結婚初日、蛇の女王セラフィナと私はテレパシーの絆を結んだ。彼女が自分の命と同じくらい激しく私を愛していることを、私は絶対的な確信を持って知っていた。しかし7日目には、彼女はすでに2人の鶴族の男たちと床を共にしていた。私は胸が張り裂け、死にたいと願った。彼女は無力そうな表情で言った。ジェイコブ、蛇の本質は生来、情欲に奔放なんだ。あなたを愛していないわけじゃない。ただ、あなた一人では私を満足させられないだけ。私の周りの女たちは好きにしていいよ。でも、離婚はしない。最初の頃、私は嫉妬に狂い、彼女が囲っていた美少年たちを皆殺しにした。その後、私はただ気にしなくなり、すべてに目をつぶるようになった。彼女が、リアムという名の人間の男のために側室たち全員を解散させるまで。それが、私が離婚を申し出た時だった。嫉妬からではなかった。私自身の愛称が正式な地位を主張して騒いでいたからだ。愛称が私の着物の帯を結び終えた後、私は自室を出て広間へと向かった。リアムは疲労で気を失っていた。セラフィナは彼のこめかみを優しくマッサージし、その動きは優しく、彼を無二の宝物のように見つめていた。私はソウルボンドストーンを取り出し、単刀直入に言った。セラフィナ、離婚しよう。この石にあなたの霊気を注いで。3日後、契約が解消されたら、私たちはもう結ばれていない。これを聞くと、セラフィナは一瞬もためらわず手を振り、自分のエネルギーを石に流し込んだ。二筋のエネルギーが混ざり合い、私の手のひらにあるソウルボンドストーンにひびが入った。私がちょうど去ろうとしたとき、セラフィナが私に言うのが聞こえた。これからはあまりここに来ないで。リアムはあなたを見ると怖がって震え上がるのよ。私はうなずいた。戻ってこないよ。私の口調に何か違和感を覚え、セラフィナはようやく私を見る気になった。彼女は長い間私を見つめ、声を少し和らげた。さっき私のエネルギーを何に使うの？また調子が悪いの？だから彼女はあっさり与えたのか。私が何を頼んだのか聞いてさえいなかったのだ。ほのかに苦い微笑みが私の唇に浮かんだ。それはソウル。陛下。リアムはちょうどその瞬間に目を覚ました。私を見ると驚いたウサギのようにひざまずき、全身を震わせた。この者が恐れ多くも。彼の卑屈な演技にセラフィナの胸は痛んだ。彼女は慌てて彼を立ち上がらせ、私に怒鳴った。出て行きなさい。今すぐ。私は合図をして去った。ドアを閉めるとき、私の目とリアムの目があった。その暗い瞳には、今や恐怖の影もなかった。彼は純粋な挑発の眼差しを私に向け、その表情は完全に得意げだった。自分の宮殿へ戻る途中、二人の下僕の会話が聞こえた。リアム様、陛下と半年一緒にいるよね？側室を全部解散させて、彼を正妃にするって噂も聞いたよ。正式な妃殿下は本当にそれに耐えられるの？リアム様を8つ先にしたいんじゃないの？陛下は明らかにリアム様をもっとお気に召している。たとえ我慢できなくても手出しはできないだろう。結局、陛下の寵愛がなければ、あの方、妃はただの役立たずの男よ。聞くまでもない。彼らが言うあの方は私のことだ。それを聞いて私は思い出した。なぜ私がエネルギーを求めたとき、セラフィナが瞬きもせずに与えたのかを。私は家族の第三王子だ。私が成人した年、父が私を獣王の集いに連れて行ってくれた。まだ王女だったセラフィナは一目で私に恋をした。その翌日、彼女は家族に求婚に来た。
私はかねてから惰族は母系社会で、この王女は将来の蛇の女王だと聞いていた。だから、二つ返事で断った。誰が知ろう、セラフィナがそこまで深く夢中になるとは。私と一緒になるため、彼女は毎日家族に来て、父の命令に逆らい、私のために貴重な霊薬まで盗んだ。彼女のしつこさに心を動かされ、私は彼女と魂の絆を結び、婿入りすることを承諾した。二人でソウルボンドストーンにエネルギーを注いだ後、セラフィナは私の手を彼女の胸の上に置いた。ジェイコブ、これから私たちは絆を共有する。私があなたを愛していると信じてくれる？私は信じた。彼女が私に抱く、荒踊り自粛も圧倒的な愛が、絆を通して鼓動するのを感じ取ることができた。私は本当にセラフィナが一生私と一緒にいてくれると思った。しかし、絆が結ばれた後、私は彼女の激しい愛だけでなく、彼女の悪ことを知らない欲望も感じるようになった。7年目の浮気というが、セラフィナは7日も持たなかった。最初にあの快楽の波が私を襲った時、私は夢を見ていると思った。その時セラフィナは私のそばにはいなかった。共感の引き寄せに従って私は彼女を見つけた。彼女は2人の鶴族の男たちとベッドでも連れ合っていた。私はその場で激怒し、2人の男の足を折った。セラフィナは裸のまま、私が彼らを傷つけるのを一瞬たりともたじろがずに見ていた。私は離婚を要求した。彼女になぜだ、と叫んだ。セラフィナはこめかみを揉みながら言った。ジェイコブ、蛇の本質は生来、情欲に奔放なんだ。あなたを愛していないわけじゃない。ただ、あなた一人では私を満足させられないだけ。私の周りの男たちは好きにしていいよ。でも、離婚はしない。彼女が私を愛していることは知っていた。なぜなら絆のおかげで、その愛の深さを正確に知っていたからだ。しかし私は、彼女が絶えず発情状態にあり、毎日別の男をベッドに連れ込んでいることも知っていた。私は彼女の欲望が燃え上がるたびに、自傷行為を始めた。最初は効果があったが、次第に彼女は私の痛みを気にしなくなった。それからある日、私は泥酔し、狼族の王女に誘拐された。セラフィナは狂乱した。彼女は軍を率いて狼族に攻め込んだ。私は救出されたが、内胆は損傷し、霊気は失われ、生きるために完全にセラフィナに依存する身となった。セラフィナは気前よくエネルギーを注ぎ、惜しげもなく私に分け与えた。しかしその日以来、彼女は二度と私に触ろうとしなかった。彼女は一言も言わなかったが、絆を通して私は彼女の考えを知った。狼の王女は私以外とは結婚しないと誓っていた。セラフィナは狼の王女が私に手を出さなかったと信じていなかった。彼女は私が汚れたと思ったのだ。絆のせいで彼女が欲望を感じると私も感じた。彼女は発散できた。私はできなかった。容赦ない上が私を苦しめた。崩壊の瀬戸際で私はオーロラに出会った。オーロラはただの普通の人間の少女で、私が彼女を見つけたとき、迷子で一人ぼっちだった。欲望に飲み込まれ、理性を失い、私は彼女に無理強いしようとした。しかし最後の瞬間、私は正気を取り戻し、彼女を突き放した。よろよろと数歩歩いた後、私は倒れた。彼女は逃げなかった。私を家に連れて帰り、一晩中看病してくれた。翌日、私はお礼を言い、立ち去ろうとした。しかし彼女は私の手を取って、側室になりたいかと尋ねた。私は数秒間呆然とし、それからその人を引きつける瞳を見つめて、はい、と言った。その日以来、セラフィナが誰かとざれるたびに、
私はオーロラと夢中になった。日々、私は彼女に感情を抱くようになった。だから彼女が私と結婚して普通の夫婦になりたいと言ったとき、私はセラフィナと離婚することを決心した。あの下僕たちの噂話を聞かなければ、私が最後にセラフィナにエネルギーを求めてからどれだけ経ったか忘れていただろう。どうやらオーロラと一緒になってから私のエネルギーは少しずつ回復していたようだ。彼女によって養われた私の体は異常に強くなっていた。しかし、あの下僕たちは一つ間違えていた。セラフィナの心の中で、リアムは私の髪の毛一本触れる価値もない。彼女のリアムへの興味は単なる目新しさに過ぎなかった。翌日、セラフィナは側室の男たち全員を解雇した。男たちは私の宮殿の外にひざまずき、去りたくないと、セラフィナに取りなしてほしいと私に懇願した。私の態度は彼女よりもさらに断固たるものだった。陛下のご命令である以上、宮殿を出て普通に暮らしなさい。彼らは目を赤くし、一人が私に警告した。ジェイコブ、あなたが妃だと思っても永遠に陛下のそばにいられると考えるな。リアムへの寵愛があれば、あなたはいずれ捨てられる。私が答える前に発言したものは壁に思い切り蹴り飛ばされた。セラフィナはリアムとそこに立ち、殺気だった表情をしていた。よくも妃をそんなに無礼に呼んだな。次にそんな口を聞く者がいれば、舌を引き抜く。蛇の女王の怒りが解き放たれ、男たちは即座に沈黙した。やがて、私の宮殿は再び静かになった。彼らが去った後、セラフィナは私に近づいた。ジェイコブ、リアムは今、私の側妃よ。人間だから寒さと湿気に耐えられない。あなたの宮殿を彼に譲りなさい。裸族は影の環境を好み、その住居はほとんどが冷たく湿っている。私と結婚したとき、セラフィナはわざわざ東海まで旅をして太陽石の玉を見つけ、この宮殿を建て、湿気が私に害を及ぼさないように心配した。今では彼女は忘れていた。私たち家族は人間よりもさらに寒さに弱いのだ。私は考えた。離婚まであと2日だ。少し早く引っ越しても構わない。わかった。引っ越すよ。たとえ私が同意しても、セラフィナは少し不快感を覚えた。私は立って下僕に荷造りをさせようとしたが、彼女は私の手を掴んだ。ジェイコブ、気にするなら引っ越さなくていいよ。私は首を振った。大丈夫。気にしない。ここはあなたの部屋に近い。彼があなたに使えるのに便利だ。私は事実を述べていたが、彼女の耳には嫉妬のように聞こえた。セラフィナはいくらか安心したようだった。心配しないで。あなたがどこに住もうと、あなたはいつも私の妃よ。あさっては法王の王女の誕生を祝い。私に付き添って。従属の中で竜と法王が最高位を占めている。竜王や法王でさえ単なる獣とはみなされず、天上の存在だった。法王の王女の誕生日宴には、すべての獣王が祝福に訪れた。セラフィナは私を連れて行くと言っていたが、結局、彼女のそばにいたのはリアムだった。何人かの獣王が彼女に話しかけに来て、彼女のそばのリアムを褒めそやし、かねてから裸族の妃は並外れて美男だと聞いていたが、今見ると本当に息を飲むほどだと言った。セラフィナはそれを聞き、かすかに微笑み、訂正しなかった。事情を知る者たちはそれを聞き、私に憐れみの目を向けた。私は彼らの視線に耐えられず、静かな隅を見つけて隠れた。一人でいる間、私はソウルボンドストーンを取り出した。それは今、ひび割れに覆われていた。今夜を過ぎれば、それが砕け、セラフィナと私の契約は解消される。
この3日間、オーロラに会っていなかった。彼女は元気にしているだろうか。ちょうど彼女のことを考えていたとき、近くで会話が聞こえた。鳳凰の王女は竜の王女と一番仲がいいんじゃない？どうして今日、竜の王女は来ていないの？竜の王女は最近、婚礼の準備で忙しいんだって。もう一人は息を飲んだ。竜の王女が結婚する？幸運な男は誰？これを聞いて、私はあまり感じなかった。竜の王女は、私たちのような存在にとって天女のようなものだ。一生出会うことさえできない。ましてや接触などありえない。時間がだいたい合っていると見積もり、宴席に戻った。ちょうどセラフィナに帰ると言おうとしたとき、人だかりができているのを見た。セラフィナはリアムと地面にひざまずき、恐怖で顔面蒼白だった。尊き神様、リアムは単なる人間です。天号に耐えられません。どうかご命令をお取り下げください。私は近くの人に事情を聞いて知った。リアムが火の神を怒らせ、その霊気を粉々にしたのだ。怒った火の神は、罰として天候を下すと宣言した。道理でセラフィナが狂乱するわけだ。天候は危険だった。普通の獣王でさえ一撃に耐えられないかもしれない。ましてやリアムのような単なる人間に至っては。セラフィナの懇願に火の神は怒鳴った。彼は人間で耐えられないが、お前は確かに耐えられる。彼がお前の伴侶である以上、お前が彼に代わって罰を受けよ。セラフィナは即座に躊躇した。彼女は1000年に近づいており、それに伴う天の試練が自分にも迫っていた。どの獣王の天号も、彼らの一族にとって最も危険な瞬間だった。もし王が耐えられなければ、他の種族が機会を捉えて侵攻し、領土を分割するだろう。だから、彼女はリアムの代わりにはならない。リアムもそれを感じ取った。恐れおののき、彼はセラフィナの衣を掴んだ。陛下、私をお助けください。二度としません。セラフィナの胸は痛んだ。彼女が必死に解決策を探していると、突然目を上げ、私を見た。彼女の眉がほころんだ。私は絆を通して彼女の意図を感じ取り、本能的に2歩後退した。遅すぎた。火の神、今日誰かが天候を受けるべきなら、私の妃に受けさせてください。セラフィナは私を指さした。私たちはテレパシーの絆を共有しています。彼が天号を受けることは、私が受けるのと同じです。すべての目が私に向けられた。セラフィナは立ち上がり、私の手をつかみ、囁くようになだめた。ジェイコブ、リアムはただの人間よ。きっと死んでしまう。頼む、彼の代わりになって。ねえ。私の全身が震え、心が引き裂かれるようだった。本当に僕が彼の代わりになってほしい？もし僕がその天号で死んだら？セラフィナは眉を潜めた。あなたは鹿の精霊よ。死なないわ。でもリアムは本当に死んでしまう。もしこれに同意してくれたら、あなたのためなら何でもする。彼女は私の手を痛いほど強く握った。私は知っていた。たとえ私が拒否しても、強天候を受けるのはやはり私だ。私は目を閉じ、それから開いた。わかった。私が同意した瞬間、空は暗くなり、渦巻く雲が広がった。雷がその中で不気味にうなり声を上げた。私は一歩一歩嵐の集まる中心に向かって歩いた。セラフィナから離れた瞬間、私は彼女から後悔の念を感じた。ジェイコブ、やめて。しかしセラフィナが私の袖をつかむ前に、彼女の後ろにいたリアムが気を失った。彼女はすぐに彼を抱き上げ、振り返りもせずに立ち去った。彼女がいなくなった瞬間、最初の稲妻が私を襲った。ゴー！バリバリ。
最初の一撃は耐えられないほどだった。痛みが頭からつま先まで爆発し、まるで私の存在そのものが引き裂かれるようだった。一撃、二打ち、三打ち。私は一晩中苦しみに耐えた。稲妻がついに止んだとき、私の体は傷だらけの地図のようだった。観客たちはチリチリになった。私は着物の中に手を伸ばし、ソウルボンドストーンを取り出した。かつては笛だった石は、今や塵に帰していた。素晴らしい。ついにセラフィナと私の絆は断ち切られた。これからは、生きるも死ぬも、結婚も別れも、私たちは何の関係もない。ちょうどその時、セラフィナの護衛が私を連れ戻しに来た。彼は私に打族の治癒の霊薬を差し出した。セラフィナは公務に縛られて自分では来られないが、私を呼びにやったという。私は薬を受け取った。少し体力が回復すると、私は顔を洗うために池まで引きずっていった。振り返った。夜明けが迫っていた。3日が経った。オーロラに約束した日だ。私はよろよろと彼女の家の方向へ歩いた。護衛は私を止めようとした。これは蛇の国へ戻る道ではありません。話せ。私は彼を押しのけた。俺は蛇の国には戻らない。何ですって？彼の驚きを無視して、私は崩れ落ちたソウルボンドストーンの塵を彼に投げた。これをセラフィナに持っていけ。俺たちはもう終わりだ、と伝えてくれ。